こんにちは。今日はふわふわ白パンを作っていきましょう。材料こちらでございます。ポイントはね、まず一番下有塩バターなんだけど、材料ね基本的にスーパーで安いの買ってきたんだけど、これだけちょっとね奮発して入れる。やっぱりバター入れるとしっとりするから、もうね無塩じゃなくていいと思う。有塩でこんなちょっとやったらね違いわからんということで怒られそうやけど正直わからんということで有塩でやっていきます。では始めてまいりましょう。まずお水にイーストを溶いていく。もうそろそろね寒くなってきたからお湯でもねいいのかなと思いますね。もうちょっとしっかり混ぜます。しっかり溶けましたね。じゃあ生地作っていく。まずね粉と塩をしっかり混ぜ合わせておきます。今日はこのボウルの中でねちょいごね、なんかこねないパンでもないんだけどちょいごねする感じでやっていく。でポイント、水でやるっていうこと。もちろんねお湯でもいいんだけど牛乳を入れないっていうこと。私ねみんなどうなんやろ、白パンってね牛乳でできてるって思い込んでて、なんならもうなんかそういう動画見たつもりになってて牛乳でふわふわみたいな、なんかそういう動画をもう見た気になってて、だけどちょっとねいろいろやってみて、そしたら水だけの方がふわふわになって、だから今日はね水だけでやっていく。あとねお水の量も今日は大事で、お水 65% 入れていくね。難しい話するタイプじゃなかったやんってなおなおはそっちサイドじゃないやんっていう話なんやけど、今日はねちょっとねいろいろ見てきた。で 65% っていうのはやっぱり標準的なお水の量ですごくパンが美味しくできるっていうことで、それで作ったらやっぱりねすごく美味しかったので 65% でやっていきます。でねこれぐらい、もうだいたいひとまとまりになれば今日は OK でバターを入れていく。後でねちょっとだけ使いたいので、残しておく。量はね適当で大丈夫です。残しておく量はね。で生地になじませていく。このパンってねちょっとこねるって言い出した時点でなんか難しいというか、そのこね具合とかね、なんかその生地の様子を見ながらいろいろしなきゃいけないのかなって思うんだけど、今日は結構バカで大丈夫バカになっても大丈夫っていうのも、待ち時間をねちょっとこうしっかり待っていく、しっかり発酵させる、それさえ守れば大丈夫で、ここでのポイントは今バターをとにかくなじませたいねんね、生地にね。それでこうやってちょいごねしてるんだけど、感触が今硬いところとか柔らかいところとか、バターがねなんかベタベタっとするところとか、なんかそういうのが今バラバラの状態。ちょっと見てもわからんかな。なんかそういうね感触が今全然違うのよ、こうやってるとね。だけどこれがやっていくうちにだんだんね全部同じ感触になってくる。これなんかやってみてほしいなちょっと。で一緒になったら OK とする。それまでちょっとやっていきますね。1分ぐらいかな、もうちょっとやったかな。見た感じがどうこうっていうよりかは触った感じでちょっとね判断する感じで
れで OK とします。でちょっとね綺麗に整えまして待っていきますね。はい、じゃあ15分ぐらい待ちまして、このね待ち時間をちょっと今日はねちゃんと守った方がいいね。ね、見てもわからんねんけど一回いつも見るけど。でさっき残しておいたバターを塗る。これはね最終的にボウルから生地を取り出す時につるっと取れたらいいなっていうので、それでねさっきちょっと取っておきました。で今塗りました。でここからこのね生地をねちょっと叩きつける感じで表面をねつるっとするまでやっていく、餅つきの原理みたいな感じでね。でこの表面の部分をずっと表面にする感じで生地を中に入れる、表面を表面にする感じで、中に入れていく。でつるっとするまでやる。もうなんかねちょっとつるっとしてきてるでしょ。こうね外側をこういう感じでやっていく。なんかこれをするとねやっぱなんていうの張りのあるっていうのかな、なんか焼いた後にねこうふにゃっとしない感じがするんだよね。いいです。すごくいい。であんまり何回もやらんでもねつるっとしたよね。これで OK としましてまたきれいにしていきます。どこが綺麗になってんのっていう感じですけど綺麗になりましたということで、これで OK でね、今日は2倍に生地を膨らましていきたいんだけど、どれぐらいで2倍かって結構難しいやんか。でね、最近見かけてすごいなと思ったのが、この生地を半分に寄せたらもう半分まで膨らんだところが2倍だよね。だから高さがねこれぐらいになってたらいいっていう目安を見る。で今やったところ、この生地がこの残ってたとこぐらいかな、これぐらいが2倍なんだなっていうのを自分でね目安として見ておいて、で待っていきましょう。で2倍、今日はねこれ最重要ポイントですね。しっかりと2倍まで待ちます。で私これさやったよね、さっきキッチンに落ちてたんやけどポトンって輪ゴム落ちててんけどやってなかったんかな。でそうなんていうかな、やっぱり作ってるとさ早く次の工程に行きたくて 1.5 倍ぐらいでもう膨らんだかなとかね、もういいかなと思って結構さっきいっちゃうんだけど、今日はしっかりと2倍、これだけ守るといい気がするね。でこの底の方になってた部分を中の方に入れ込む感じで丸めまして、これにて生地完成でございますね。じゃあここから成形していきましょう。今日はねふわふわ白パンっていうことだけど、それと同時にねマーガレットっていう成形をしたいんですよね。で名前の通りですね、お花の成形になります。で今日はねしっかりと測っていきます。 436g だね。これをなんと25等分していく多ない聞いたことあるパンの動画見てて聞いたことある。25分割していきますね。だいたい1個あたりが17.44g だったので、17から 18g ぐらいを目安にね分割してみまして、このね断面見えますかね、ああいうところがやっぱりね生地が傷つくって言われてるから、あんまりね切ったり貼ったりしない方がいいっていうことなんだけど、今日はもうちょっと許してもらおうか25分割もしたらねさすがに切ったり貼ったりいっぱいした。ちょっと許してもらおう。
で乾燥しちゃうんでね、量が多くてね、しっかりとね乾燥しないようにラップしました。はい、しっかり10分待ちまして、こっからだね、やっとお花作り入りますね。まず1個取り出す。焦ってませんけどっていうオーラをまず出すどれだけ焦ってても焦ってませんけどっていうオーラを出して、ちょっと粉つけましょうか。でね、まずはお花、今日は4つ作るんだけど、その中心部分を作りたいから1個をね4等分して、これを中心としましょう。で丸めていく。これが最後の成形というかね、生地を触るのが最後になるので、プリッと全部させていく。でね、こっから結構大事なんだけど、今日は4つ置きたくて、今からこの中心の周りにね、さっきの丸がいっぱい作って思ってもらったらいいねんけど、こういう感じでね、くっつかないように、やっぱ天板小さいからね、この辺かなっていう目安を最初にちょっとつけときましょう。で次、花びらだね。花びらもね、ただ丸めていくだけで、今日は6枚6つ、1つあたりね、1つのお花に6つ作るのが可愛いかなと思ったから6つでやっていく。ただもうこんなん好みなんで、好きな数やってもらったらいいねんけど。でね、これも、いわゆる猫の手っていうやつやけど、猫の手するにはなんかちょっと小さいから、適当にとにかくね、表面をこうやって空気がねちょっと出てたらポンポンポンしてあげたりして、とにかくこう表面をきれいにする感じで作りましたね。で最後花びらを置いていくんだけど、最終調整ね、大丈夫かな。で置いていく。結構ね、ぎゅうぎゅうに詰めていく感じの方が最後このギュッと音ばっかりでごめんやけど、ギュッとする感じがして可愛いと思ったから、ちょっとこんな感じにする。いいと思う。最後はね、7つになったねあんなにさ25等分するとか言ってね張り切ってたけど、26等分してたねまあええでしょラー油もねいいんだけど、高さをね出していきたいから、あれいいよね。パンの先生が持ってはるパンの柄の布巾、あんなんいいよね私もあんなんやりたいなじゃあ粉を振っていきましょう。今日は牛乳を塗ったりとかね、卵を塗ったりとかせず白パンなんで、このままお粉でお化粧して焼いていきましょう。いい感じやね。でこっから結構大事で、今日白パンやから焼き加減をね気にしたいとこなんだけど、余熱なし180度で焼いていく。ちょっとこれ特殊かも。いろいろ見てると余熱あり150度ぐらいで焼いてる人が多かったんだけど、もうちょっと、もうこれ人による人によるからできましたいかがですか？かわいいね。色がね、今日は白パンっていうことで大事なんだけど、
何よりも大事なのはやっぱり火通ってるっていうことやから、もう火通ってなかったらそれ以前の話やからね。そこだけちょっとねしっかり、なので長々23分焼いてみたんだけど、かわいいね。表面もいいんじゃない？上出来でございます。7つバージョンと6つバージョンね、どっちでもいいかな。ただ7つでそこそこボリュームあるね。じゃあちょっと中見てみましょうね。ふわふわでしょ。素晴らしい。いただきます。美味しいね。本当に美味しくできるから、もしよかったら作ってみてほしいね。20何分割もするし、待ち時間も長かったしね、あんまり忙しい時にはできないのかなと思うけど、ちょっとやる気湧いた時におすすめかなと思いましたね。ということで今日はふわふわ白パンのマーガレット作ってみましたが、いかがだったでしょうか。ちょっとね長くなっちゃいましたけど、こんなところまで見ていただいた皆さん本当にお付き合いありがとうございます。お相手はおなおドーナツでございました。また見てね。バイバーイ。